それでは時間も少ないようですので、急いで、報告させていただきたいと思います。映画をですね、一つの文化領域として考察する際にですね、一つの、特定作品や作家にのみこだわって研究するやり方もあると思いますけれども、それにこだわらずに産業内部的外部的な諸要因を考慮しながら、これをモデル化したいというのが私の基本的な考え方です。この意味論的な総合作用を行ういくつかの構成要素にこの映画文化を分けてですね、その意味論的な場というものを提示したいということが私の考えなんですけれども、その構成要素といたしましては、映画作品、映画に関する言説、映画観客、映画教育、映画産業、映画制作というものが挙げられます。でここにスライドで見せておりますのが映画文化の概念図でして、この黒い矢印は一般的な映画文化に見られる意味論的な作用です。それで全体主義的な国家に特徴的な意味論的な作用というのを赤の矢印で示しております。でこれをご覧になるとお分かりのように、映画制作というものがまるで全体を覆い尽くすというか覆い隠すようにありますけれども、これは現代の映画文化というものはどこの国であれほとんどこういった形をとっているというのが私の考えであります。つまりポリティクス、映画制作というのは現代の映画文化に必要不可欠な要因の一つであります。こうした前提で以下の雪解け時代のですね、この映画文化の再考をいたしたいと思います。ただしここでは映画作品と観客との相互作用にのみ焦点を当てて歴史的に概観し、他の構成要素に関してはそれに関わる範囲でのみ軽く言及したいと思います。当該期間の直前にあたるスターリン独裁の末期ですけれども、この時代にはソ連の映画制作本数は極端に減少しました。長編劇映画の年間公開本数は平均して16本、51年にはわずか6本に落ち込み、戦利品としてもたらされた外国映画の公開を考慮しても観客には選択の余地はわずかしかなかったのです。でこの時代をマラカラチーニェと呼んでおります。そのため映画産業の存続と、それから国民の映画離れをなんていうかとどめるというこの目的で1952年から、商業的な観点からも制作本数増大の必要性が語られ始めます。さらに入場料の引き下げが行われ、映画館やそれに類した上映施設の増設も行われたんですけれども、ただ一つ当局の意のままにならなかったことがあります。それは観客の志向です。この観客というのは、例えばターザン映画であるとか、これは戦利品の一つなんですけれども、あるいは50年代にはローマの休日といったこういった外国のいわゆるブルジョワ的な外国映画を好んでみました。で雪解け期、この文化全般の相対的な自由化が、起きたこの時期と同じ時期にですね、ソ連当局はイデオロギー的および商業的な目的から自ら映画制作の転換を行いました。簡単に言いますと、これは多様な娯楽映画を増産する、その制作本数を増大させるために検閲を緩めるということで、さらにはスタジオ内にある程度の創作の自律性を認めるといったことでした。その結果起きたことは非常に、他の国と比較してですね、特異な環境でした。それは何かというと、商業映画の制作とそれに伴う検閲プロセスの簡略化によって映画は大衆の支持を得て娯楽産業として繁栄し始めると同時に、作家の映画ですね、これも高レベルのものが制作されるようになって、知識人や若い観客から、支持されたということです。でこの時代には他の国々でもいわゆるノーバイバルな新しい波が起きていたわけですけれども、他の国々ではすでにスタジオシステムが崩壊しつつある中で作られた低予算映画でそういったことが行われました。ところがソ連映画の場合は大スタジオを維持しながら映画美学上の革新をもたらし、さらには映画観客の増大がもたらされたという点が特異です。こうした中で新しい波の出現を見た他の主要映画制作国と同様に、ソ連の映画文化内でも構成要素間の活発な相互作用が起こり、需要面、それから創作面での多様性が生じました。でそのような相互作用から生じた意味とか価値は、政府当局の観点から見れば余剰物あるいは危険物としかなかったでしょうけれども、ポスト冷戦型の映画文化の形成には必要なものでした。で次のスライドをご覧いただきたいんですけれども、これから手短にですね、そのスターリン時代の映画がいかに、平板で魅力がなかったお見せした。まず1920年代のロシアアバンギャルド、この時代にはエイゼンシュテインその他の若い監督たちが非常に面白い映像を作り出し、上の2つもやはり戦艦ポチョムキンから撮られたもの、その下もやはり20年代に作られた第三メシチャンスカヤという作品から撮られた。次の
で上の2つはアドナーというソ連で初めての陶器映画です。アドナーです。でここに画面分割やあるいは下から見上げるような構図が見られますけれども、これをラクルス撮影という、下の方の2つはチャパエフから撮ったものですけれども、すでに1934年の段階で映像が次第に平板化していることが分かります。この段階ではまだ俯瞰の構図、上から見た構図があります。でこれはそれなりに面白いですが、しかし下の2つはこれはトラクタリスティという作品から撮ったものですが、もうすでに地平線の位置というのがほとんど画面の3分の1ぐらいで固定されてしまう。そしてカメラの角度も撮影角度も、それから撮影位置もですね、大体人間の腰から胸あたりに。で次のスライドをお願いします。これもトラクタリスティからご覧のように全くラクルス撮影が行われていません。ほとんど舞台劇のように見えてしまいます。でこうしたつまらない映像は、雪解け時代のカラトーゾフとかウルセフスキー、カラトーゾフ監督とウルセフスキーの鶴は飛んでいくやタルコフスキーの僕の村は戦場だったにおける20年代アバンギャルドへの部分的回帰と長回しの技法を用いた移動撮影によって打ち破られました。これはですね、そのつまらなくなった50年代の40年代から50年代の、つまらなくなったスターリン時代の映像を同時代のハリウッド映画と比べたものです。同じ時代のですね。で次のスライドもお願いします。このように画面の構図というのはほとんど同じようなものに固定されてしまった、これが古典時代、古典主義のハリウッド映画です。でそれがソ連の同時代の映画にも観察されます。この見かけ上の自然さですね、それを打ち破ったのが先ほど言及したレチャット・ジュラブリとイヴァノワ・ジェストバだったわけです。次のスライドをお願いします。ラクルス撮影が復活しております。で下の方にありますのは主観的なビジョンですね。ボリスという兵士が戦場で死にまして、その婚約者のことを思い出している死の瞬間のビジョンです。で下の真ん中にあるのはその死を知った婚約者のベロニカが絶望して川を覗き込むシーンです。古典的な叙述スタイルはこのような個人的ビジョンの断続的な挿入によって分断されていき、音と音楽、人物から独立した声、映像によって人間の複雑で流動的な内面的性を描こうとしているわけです。これも1920年代アバンギャルドへの回帰を示す一例です。カラジャーノフがベルトフ的な炭鉱労働の描写を行っております。でこの他にですね、こういった長回しの技法というのもありまして、その下の2つのショットはワンショット、1つのショットの中連続したショットなんですけれども、空間の立体性と時間の連続性を強調しております。こうしてスタリン時代の、見せかけの日常性、公式的な日常性というのは失われたわけですけれども、その次のスライド、さらにですね、公式主義を嘲笑うようなこういった作品がコメディ作品が作られました。カーニバルの夜という作品がこの上の2つの映像なんですけれども、公式主義者オブルツォフというこの人物を若者たちが徹底的に嘲笑すると。でその他にレオニード・ガイダイというナンセンスコメディの作者もおりまして、で彼はそのソ連の映画産業の復興を支えた、大人気監督でした。